皆さんこんにちは。突然ですが、人間の皆さんは他人と自分を比べた経験がありますか？成績、収入、身長、フォロワー数、数字はいつも人間の価値を決める道具として扱われてきました。ですが、もしその数字がある日突然頭の上に浮かび上がったとしたら、人間さんは一体どんな反応をするのでしょうか？これはそんなへんてこな世界で起こった、少し不思議で、少し皮肉なお話です。ある朝、目が覚めると、頭の上に謎の数字が浮かんでいました。何これ？妹の葵とペットのずんだ虫さんに相談しようとしたら、なんと二人の頭の上にも数字が出ているではありませんか。ずんだ虫さんには800、葵には3、そして私の頭の上には404 not found。なんか違う。何か意味があるのかみんなで考えてみましたが、結局わかりませんでした。その時、テレビから臨時ニュースが流れてきました。政府より国民の皆様へお知らせです。本日より頭の上に数字を出すことが義務付けられました。頭の上の数字の意味については3日後の朝に正式な発表を行う予定です。国民の皆様におかれましては、政府からの続報をお待ちいただき、冷静に対応していただきますようお願い申し上げます。どうやら謎の数字の意味はまだわからないみたいでした。学校ではこの話題で持ちきりでした。お家にあるぬいぐるみの数だよ。いや、これは私のことを好きな人の数だよ。本を読んだ数じゃないかな。将来僕と愛する女性の数さ。3日後に意味が発表されるのに、みんな推測で盛り上がっていました。そしてみんなは私の頭の上の文字を見て、変なの？とだけ言って、またお話に戻ってしまいました。普通の数字じゃない私には、誰も興味がないみたいでした。ついに発表の日、みんなワクワクしながらテレビを見ていました。政府からのお知らせです。これより頭の上の数字の意味についての発表を行いたいと思います。頭の上の数字の意味は、今まで人の悪口を言った回数です。国民の皆様には適切にご理解の上、冷静に対応していただきますようお願い申し上げます。学校に行くと、誰もお話ししていませんでした。あんなに盛り上がっていた数字が多い子たちは、青い顔をしてうつむき、一緒に盛り上がっていた数字が少ない子たちは、ひそひそと数字が多い子たちのお話をしていました。つい昨日まで仲の良かった友達同士が喧嘩して、絶交している光景まで目にしました。でも、数字がゼロの人は、誰もいませんでした。その翌日、人を褒めれば数字が減るという噂が流れて、数字が高い子たちはみんな無理やりお互いを褒め合っていました。どんなに意地悪な子にも、どんなに仲が悪い子にも、みんな数字を下げようと必死に褒め合っていました。でも、数字が高いのか低いのかわからない私のことは、誰も褒めてはくれませんでした。そんな光景を見て、私は心の中でこう思いました。人間って本当に愚かだね。そして1週間後、朝起きると、みんなの数字が変わっていました。でも、私の文字は変わりませんでした。どうして？そしてまた政府が発表をしました。政府から訂正と謝罪のお知らせです。これまで頭の上の数字は悪口を言った回数とお伝えしておりましたが、これは誤りでした。正しくは、知能指数を示すものです。これに伴い数字の調整も実施いたしました。国民の皆様には混乱を招いたことをお詫び申し上げます。学校に行くと、今度は数字が低い子たちが青ざめてうつむいていました。そして昨日まで必死で他の子たちを褒めていた数字が低かった子たちが集まって、数字が低い子たちの悪口を言っていました。そんな光景を見て、私は心の中でこう思いました。人間って本当に愚かだね。翌日には、知能指数が120以上の子しか入れないクラブまでできていました。でも、数字が低いある子が言いました。私よりテストの点数が低いあなたが私より IQ が高いなんておかしい。すると数字が高い子はこう言いました。テストの点数が全てじゃないよね。それに IQ が低いのに点数が高いって、もしかしてあなた、何かずるしてるんじゃないの？みんな、数字が高い子の言うことを信じました。そして数字が低いその子は、ズルをして点数を取っていると噂が広がり、学校に来なくなりました。
私は先生に頼まれてその子のお家にプリントを届けに行きました。それじゃあ届けたからね。ありがとう。わざわざありがとうね。ほら、そんなに落ち込まないの。あなたの方がまだマシでしょ。だって今の子と違ってまともな数字があるんだから。そうだね。1週間後の朝、また頭の上の数字が変わっていました。でも、やっぱり私の文字は変わりませんでした。知ってた。そして、また政府から発表がありました。政府からのお知らせです。これまでの数字はすべて誤りでした。現在の数字こそが正しい数字で、数字の意味の変更はございません。国民の皆様は現在の数字を速やかに受け入れ、適切な対応をお願いいたします。学校に行くと、数字が小さくなった子たちは急に静かになり、数字が大きくなった子たちは急に威張り出していました。最初からおかしいと思ってた。という子もいれば、別に頭の良さなんて関係ないし、もんな。という子もいました。そんな光景を見て、私は心の中でこう思いました。人間って本当に愚かだね。1日5分で IQ が爆上がりする体操、IQ が上がる食べ物ランキング、IQ を下げてしまう NG 行動10選、テレビや SNS はその話題で持ちきりで、みんな自分の数字と他人の数字を比べて、そのことばかりお話ししていました。でも、誰一人として、勉強して地道に自分の数字を変えようと努力する人はいませんでした。そして数字がわからない私のことは、みんなまるで透明人間のように扱いました。そして、1週間が経ったある朝、政府がまた発表をしました。国民の皆様へお知らせいたします。これまで表示されていた頭の上の数字につきましては、すべてデタラメで何の根拠も存在しないことが判明いたしました。国民の皆様には多大なご迷惑と混乱を招いたことについて深くお詫び申し上げます。なお、頭の上の数字につきましては、正確な情報を提供することが困難であると判断されたため、順次削除を進めていく予定です。国民の皆様におかれましては、こうして頭の上の数字は徐々に消されることになりました。でも数字がなくなってもみんな比べることをやめませんでした。結局人間は数字で誰かと比べないと自分がわからない、そういう生き物なのでした。でも私もそちら側だったらきっと同じだったのかもしれません。そして私は心の中でこう思いました。人間って本当に愚かだね。頭の数値が消えることになってよかったね。みんな数字が出てから変になってて怖かったのだ。ただいま。おかえりお姉ちゃん。どうしたのその汚れ。うちのじゃないから大丈夫だよ。そうなんだ。あれ頭の数字、普通になったんだ。本当なのだ。何のお話？お姉ちゃん、ずっと404って数値と英語が頭の上に出てて、ちょっと気にしてたじゃない。うち、ここ1ヶ月くらい山ごもりしてたからお家にいなかったよ。置き手紙見なかったの？でもお姉ちゃんはずっと一緒に。はいこれ、何この写真。偶然うちに倒れかかってきて偶然うちの持ってたバールさんに突き刺さったクマさんとうち。今夜は熊鍋にしようね。それじゃあ、今まで一緒にいたのって。のだ。頭の上の数字は消えました。だけど、自分と誰かを比べるたびに、一瞬、頭の上に視線が泳いでしまう。あれ？よく見たら、あなたの頭の上にも数字が。冗談です。でも、本当にないと、どうして言い切れるのでしょうか。人間って、本当に愚かで、本当に。面白いですね。